That's me. 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 写真置いといてちょっとプロフィール見ませんか？そうね、テキスト。プロフィールはこういう感じちょっなんだ。と細かいんですよね、このアプリが。あなたごめんなさい、京都のご出身の方なのね。ごめんなさい。さっき言おうとしたんです。私なんかそのなんて言うんですか、古尺？古尺って私多分これ京都のせいだなと思って。京都弁なの？ほらこのメンタリティの県民性。ああ、なるほどね。でもほらこれ下手に言うとさ、また下手にあれ京都の人大好きです。私もアイラブ京都。ね、悠久のこと。こう話してる時に標準語で喋ってるんですけど、慣れたぐらいで、でも私さみたいな京都なんでなんかちょっと分からへんこといっぱいあってとか、京都弁をちょっと出す。でもお住まいとか書いてないけど、あなたお住まいはどちらなの？私今東京港区住んでるんですけど。港区。実在したんだ、港区女子って。ねえ。初めて見た。でもね、なんだろう、それ言われたら、あ、なるほどって。なるほどってなる。さっきのプロ感もすごいなるほどってなる。タクシーの横でねとか。そう、わかるわかる。そうなんです。そういうのがなんか自分もイベントに行くこととかすごく多くて、あと音楽好きなんでフェスとかクラブとか行ったりするんですけど、なんか男の人ってそういうの多分あんま好きじゃないっていうか。でもだからあなたが求めてるようなハイクラスな男性たちを好きなんじゃないの？そういう。好きですかね。変なイメージ持たれそう。私思うんだけど、港区女子ってあれはやりたいだけで男性から見たらね、結婚したい女ではないと思う。ないよね。無駄に金かかりそうだし、金はかかる。見栄もすごそうだし。まあ面倒くさい人多い。ごめんなさいね、あなたのことじゃないのよ。でも実際男の人ってそう思う人が多いと思うんですよ。なんかその家事とかその家庭のイメージないじゃないですか。なんかさ、こう追いかけるものが結局ステータスっていうのを追いかけてる。クラスとかステータスとか。そういうものを追いかけてるように見えるから、その彼女たちがそういう風なイメージはこのアプリでは抹消したいんですよ。じゃあできてないよ。できてないな。もっとなんか豚汁でも煮込みながら写真撮ったらさ、料理してる写真とか。なんかだからやっぱり私思うのは、この港区女子の方ってこういわゆるこのハイクラスの方からは本当に都合のいい女として扱われて、ハイクラスじゃない方たちからは面倒くさい女って思われたりしそうじゃない？結局全人類からそうなのよ、そうなのよ。ね。だから港区女子のことを本当に心から好きになる男性っているのかな？京都ご出身。そうなんです。京都出身なんです。京都は京都のどちら？京都の嵐山の近くなんですけど。ということは市内だ。市内です。はい、市内です。京都の方だ。私が住んでるところは西京区っていうところで、まあど真ん中の人からしたら、そこって川の向こうやろみたいな。それ大阪よりやんそれとか言われるんですけど、一応市内なので市内出身ですってちゃんと言える感じですね。そういうこうもうだってもう区画一つで確実なヒエラルキーがある土地柄なんでしょ。大好き京都の方。今お住まいが港区でしょ。そうなんですよ。なんかやっぱね、なんかそういうとこあるよね。あると思う。ステータス。お土地柄とかお住まいのところとかで、どちらお住まいなんですかってどこどこですって言うと、ってやるのありそう。でもちょっと自信はあるんですよ。あるんだ。なぜかというと、その京都に住んでた時は全然気づかなかったんですけど、東京に引っ越してきた時に京都弁みたいな。で関西弁って言われずに京都弁って言われることがすごい多くて、で可愛いよなみたいな。で男の人ってこんなに京都弁好きなんだ。もうあんた安田美沙子にお礼言いなさい。あの人のおかげだから。あの人のおかげですね。確かに。ちょっとやりすぎな部分はあるんですけど。同じようなもんよ。しかもあんたこの話になってからちょいちょい挟むようにしてるね。してる。古速だわ。古速だわ。じわじわ出したら反応がこの人絶対京都弁好きやっていうか京都弁あんま嫌いな人いないんで。わかりやすい。わかるわかる。そうなんですよ。でそれ一個の武器だなって気づいて、たまに使ってます。これはさ、でもね、ドリアンさん、東京ご出身じゃないですか。で、私九州なんですけど、私も上京したての頃は九州弁超多用しました。でも私はとにかく方言が大好きなの。ちょっとムラっとする。ムラっとするんだよ。方言って時としてものすごい武器になるから、ここぞって時に繰り出してみて。私が好きな方言はあかん。
言ってまうです。東京の人間はさ、何弁も話せないコンプレックスがあるから、やっぱ分かる。まあ結果悔しいけど分かんのよ。あかんは本当に言ってって言われます。あかんは人気、すごいみんな知ってる。そう、あかんは言ってるの最強の言葉です。あなた言ってるの？言ってます。ああかん。堪忍なんでやっぱりすごい詳しい。堪忍は私のおばあちゃん世代とか言うんですね。あなたの彼氏さんはどちらのご出身なの？名古屋です。あら、また癖が強いわ。あ、強いですかね。なんかそんなに名古屋っぽ何くもなをおっしゃってるく。の？もう我々の業界では名古屋こそ磁場が歪んだすごいおか街。しいのよあそこ。なんで磁場が緩む。あそこんちに私ね、びっくりしたことが一個だけあったんですけど、一個だけ、まあいっぱいあるんですけど、中で一番びっくりしたこと、私もこう名古屋にねお仕事で行ったりして、まあいわゆるゲイナイトとかで、名古屋のドラァグクイーンたちと、私のことまた東京から来たリルグランビッチですっていうふうに言うかなと思ったら、地方からお越しのリルグランビッチですでご紹介されて、えってなって、確かに私は九州出身だからな。あ、うん、地方出身ではあるけれども東京って地方だったっけと思ったら、あそこって名古屋以外が地方なのよ。真ん中だから。ど真ん中だから。自称してるから。京都よりそれタッチ悪くないですか？そうなの。だから磁場が歪んでるって私は言ってる。磁場が歪んでる。でもなんかお似合いなんじゃない？だって京都と名古屋でしょ。お似合いか、ものすごいこう反目し合うか。お互い興味なさそうじゃない？そうね。自分のとこが中心だと思ってる名古屋の人と、自分のとこが一番日本で古い町がね、千年のこと、そうそうって思ってるね京都の人、もう全然多分お互いのこと興味ないと思う。ね。結婚生活うまくいくかな。いくと思う。逆にね。あんま干渉しないっちゃしない。そうだから結局さ、過干渉って本当にこの関係性が崩れる元じゃないよく。お互い好きなことやってお互いこう自立して、たまにこう先ほどおっしゃってたみたいなのが一番なんかまあいい関係性だなとは思うんだよね。しかもね、その京都の方と名古屋の方だったらあんまりこう回りくどくやるよりも、回りくどいね、お言い回しがお好きだしょう。はい、私分かりにくく言います。はい。ね、どういう感じで言うの？結婚を、あんた結婚する気あるってのを京都風に言うと。そろそろダイエットしてドレス試着しに行こっかなとか。めんどくさい。なんか結京都っぽい婚ってでも言いたくない、自分から絶対言いたくないっていうプライドが。それやっぱプライドがあるんだ。いや、女子はあると思います。お相手はもうね40手前まで、40手前40手前だね。40ぐらいまで結婚されてない。そう、ご結婚しないで、きっとお稼ぎ遊ばせる方だと思うんですよ、その方は。で、なんだろう、いろんな自由が利く。なんなら、今彼女としていらっしゃるけど、もしかしたらその出張先で他の方とっていうのもあるかもしれない。だってモテると思うもん、そういう男性って。その彼氏さんの写真とかある？あります。ちょっと見て。見して。ちょっと昔の写真になっちゃうんですけど。これまあでもいい二人ね、絵になるわ。本当ですか？すっごい名古屋顔。両方ともやっぱ自分に自信がある顔だわ。でも素敵な方、すごい素敵な方。これはモテるよ。でバンバン海外出張とかも行ってあれしてるんでしょ。だからまあ港にね女がいても全然おかしくないよね。それも確かめたいですね。でもでもそれ別に確かめなくていい。確かめてもそれ別れるための口実にしかならないから。確かにそうですね。でもそこはやっぱあれなの、やっぱこうごめんなさいね、京都ばっかりでやっぱこう制裁として許せないの。京都ばっかり。変な虫が近づいてくるのは。でも私モテる人の方が絶対良くて。でしょ？はい。でも結婚するって将来私が考えてるんで、もしするってなったら全部きれいにしてほしいんですね。でも一旦というか、やっぱりそこでまだ連絡取ってるとかってけじめがないと思うんですけど、でもまあでもそこ制裁、ほら性質というかさ、どんなに側室がいても私が性質ですという文化を育んできた土地じゃないの。そうです。そうね。あって当たり前って思ってるぐらいの方が楽だと思います。全然そうだと思う。そういや、そんな人間って潔癖じゃないもん。やっぱみんなあります？みんなあります。バレた時のお尻の拭い方とか、そのバレた時の感じで男のなんか底とかって見えそうな気がするの。それなの。うわ、深い。それは考えたことなかったです。人は浮気をするもの、そう思ってた方が楽じゃない？大事なのはその浮気がバレた時どう振る舞うか。
それで人間の度量って見えるんじゃないの？やってもいいしバレることもあるけれども、その時のあれよね、振る舞いというか、絶対に認めてはいけないの。どんだけ確実な証拠があったとしても。ごめんって謝られるのも絶対にダメ。そんなのだってなんてごめんなんて、あなたね、楽になりたいだけだからここまで証拠が出揃ってて、こういうことが起こってしまったけども、絶対にそれを認めてはいけない、男性は。へーじゃないともうはめてるところ見られたってちょっと気分が悪くて寝かしてもらったんだよねみたいな感じでふわっと逃げてる方が逃げてくれた方が、この人は私とまだお付き合いするつもりがあるからこういう嘘をつくんだなっていう風に解釈できるな、そこが可愛げなんだな男性のって思えると楽なんじゃないかななんて思う。そこでごめんって言っちゃうとやっぱこうなんかこの人お仕事できないんだろうなって思っちゃう、だってそういう言い訳ってものすごいクリエイティビティじゃん。それこそさっきみたいなもう本当にトンチンカンなありえもしないような奇て烈な言い訳を出してくる時ってものすごい男ものすごい頭が回転すると思うのね。そこでそれをこう諦めてごめんって言っちゃうってなんかこうねちょっとつまんないな。つまんないな。確かになんか元から人間はそういうもんだと思ってた方が楽ってことですよね。そうでそういうもんだしでもしそうじゃなかった人はすごくこの幸運な人に巡り会えたんだなって思うとより幸せとか増すじゃない。確かに。だって自分の胸に手を当てればさ、あんまりこう人に言えないようなこと一つや二つあるわけでしょ。人ってそういうもんだもん。そうよあんた。そうよあんた。どの面下げてそんなこと言ってんだあんた。そうよ。でもなんやかんやこの方幸せになりそうな気がする。ね、なんかお上手。お上手。でその京都らしさもの出し方もうまい。じわ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 な感じがねやっぱね。結構なんだろう、人がこういうの欲しいんでしょっていうのの察知が上手だな。本当ですか。それではまたあなたからいろいろ伺ってまいりましたけれども、今回も判決に行く前に何か言ってみたいこと、最終弁論はある？そうですね。でもやっぱり結婚したいです。かしこまりました。審議に入ります。それでは判決です。相手のことを1から10まで知ろうなんてのはただのおごり。そんなおこがましい考えは捨てて、もっとお互い独立したインディペンデントな関係性を作ってみたら。そうするとあなたの言う幸せな結婚ができるかもしれない。あなたならできる。はい、ありがとうございます。頑張ってね。